お安くですね発売されておりましたので、それで購入予定ではなかったんですけれども、ちょっと購入してしまったという機種ではあるんですよね。思っていたよりもいいなという印象なんですよね。他の中華アクションカメラと比べてですね、あれ結構夜間撮れているなと。はい、皆様こんにちは。本日はですね、久々の登場となりました。使っているカメラはエイプマン A80 という機種ですね。こちらの方はなんて言うんでしょう、モデルチェンジをするときに、お安くですね発売されておりましたので、それで購入予定ではなかったんですけれども、ちょっと購入してしまったという機種ではあるんですよね。でも使ってみるとですね、映像は手ブレ補正をオフにした映像というのはですね、非常に精細感のある映像が撮れたりいたしますので、思っていたよりもいいなという印象なんですよね。で、現在は手ブレ補正の方をオンにして使っておりますけれども、後ほどですね、ちょっと時間の方がありましたら、手ブレ補正オフの映像の方も収録していこうかなというふうに思っております。そしてですね、例によりまして現在はこちらの所有している中華アクションカメラのですね、整理の方をしていこうかなというふうに思いまして、今はですね古いカメラの方を引っ張り出しましてこのカメラは残そうかな、それとも整理しようかなというふうに選別するためにですね、現在収録の方をしているんですけれども、こちらの映像次第では残すか、それとも、処分してしまうかというところを決めていこうと思っておりますね。こちらのカメラのですね、使ってみて意外といいなと思った点といいますのは、先ほど言いました 4K での撮影した時にですね、手ブレ補正オフの映像はですね、かなり精細感のある映像が撮れるんですね。ただちょっと残念なところは手ブレ補正をオンで撮影いたしますと、こんにゃく現象がですね、かなりひどかった記憶があるんですよね。現在ちょっとどのように映っているのか分かりませんけれども、もしかしたらですね、ぐにょんぐにょんと映像酔いをしてしまいそうなものが撮れているかもしれませんけれども、もしそうでしたらご了承くださいと。で、先ほどに引き続き使っていてですね、思ったよりも良かったというのはですね、夜間撮影といいますか、結構明るく撮れるんですよね。もちろんですね、メジャーメーカーなどと比べるとそこまでではないんですけれども、当然ノイズも入りますし、そういう点ではなくてですね、ただ明るさを求めるというのであれば、真っ黒に映像が潰れてしまうというようなことが比較的少ないんですよね。なので、薄暗くなんですけれども、映っているというようなこともあったりしますので、そういう点は他の中華アクションカメラと比べてですね、あれ結構夜間撮れているなと。画質なんかはちょっとそんなにですね期待できるようなカメラではないんですけれども、それでも映せるのと映せないのとでは結構違いは大きいですからね。そういう点がこのカメラ使ってみてですね、なかなか良さそうかなというふうに感じた点でしょうかね。それは設定次第ということもあるんですけれどもね。
さあ現在映像はどのように撮れているんでしょうね。今はですねネックマウントに固定いたしまして撮影の方をしているんですね。このカメラがですね発売されていた頃なんですけれども、大体のカメラはですね内蔵マイク、音声が非常に小さいんですよね。音が小さくこもって撮れますので、現在は、音声別録で収録したものを使っています。さあ、こちらの現在の映像の方どうでしょうね。心配な点といたしましては、こんにゃく現象、ローリングシャッター現象ですね。が出ているのではないかなというふうに考えてはいるんですけども、以前にですね自転車での走行は、もしくは原付の走行ではですねかなりひどい状態で撮れていたんですよね。なのでちょっと心配ではあるんですけども、それがなければですねこちらのカメラかなりいいカメラではないかなと思うんですけども、古いですからね、タッチパネルですとかフロントモニターですとかそういうようなものはついてないんですけれども、私がですね一般的に使うには問題ない程度ではありますので、十分今でも使えているんですけれども、こちらのカメラをですね残すか整理するかという、映像を撮影しての確認用になりますので、動画自体はですねちょっと短いと思いますけれども、もうちょっと撮ってみようかな。今まではですねこちらのカメラ元ブログで使おうかなということでいろいろ工夫をしてですね使ってみたんですけれども、ちょっと手間がかかりますのでどうしようかなというふうには思ってはいたんですけれどもね、頻繁にというわけではありませんけれども、使い勝手がいいとですね、扱いやすいですしパパッと使えると思うんですよね。ただこちらのカメラの方は音声がちょっと問題かなと。先ほど申し上げた通りですね、音が内蔵マイクを使いますとこもってしまいますので、そして小さく収録されてしまいますので、音声別撮りは必須かなという気がしますし、そうすると編集で一手間かかってしまいますけれども、その点を考慮したらですね、あとはローリングシャッター現象さえ出なければ、まずいいカメラなのではないかなというふうな気もするんですよね。ということで、映像はですねちょっと短いかと思うんですけれども、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。